終わったー。今月の残業80時間突破。これだけ身を粉にして会社に尽くしてるんだ。来月のボーナスと昇給は期待できる。相変わらず、哀れなほどピュアな社畜ね、学くん。うわ、エリさん、何ですか哀れって。汗水垂らして働くのは尊いことじゃないですか。しかも、どこから入ってきたんですか？労働が尊いことと、労働でお金持ちになれるかは全く別の話よ。あんたがどれだけ残業しようと、一生お金持ちになれないことは、すでに数学的歴史的に証明されているのよ。えー、証明？誰がそんな残酷なこと証明したんですか？フランスの天才経済学者、トマ・ピケティよ。彼が2013年に発表した700ページを超える著書は、経済学の本としては異例の世界的メガヒットを記録したわ。その本の中で彼が300年分の歴史データを分析して導き出した人類史上最も残酷な数式があるの。それがこれよ。R 大なり G。R 大なり G？ 何ですか？そんな数式で本当にわかるんですか？このたった3文字の数式があなたがいくら真面目に働いても決して投資家、資本家には勝てないという絶望的な事実を表しているの。今日はこの世界のバグともいえる R 大なり G の正体とそこから抜け出す唯一の裏技を叩き込んであげるわ。まずこの数式の意味を教えるわね。左側の R はリターンオンキャピタル、資本収益率。右側の G はエコノミックグロース、経済成長率よ。簡単に言うと R はお金に働かせた時の利益率、株の配当金や値上がり益、不動産の家賃収入、預金の利子なんかのことね。そして G は国全体の経済がどれくらい成長したかを示す数字だけど、私たちの視点に置き換えると労働で得られる給料の伸び率よ。つまり R 大なり G というのは、資産や資本が生み出す富のスピードは労働が生み出す富のスピードを常に上回るという絶対法則なのよ。え、えーっと、つまり、僕が一生懸命働いて給料を上げるスピードより、お金持ちが株や不動産で資産を増やすスピードの方が速いってことですか？その通り。ピケティはイギリス、フランス、アメリカなど世界20カ国以上の過去200年から300年分の税務データを地道に徹底的に調べ上げたの。その結果、人類の歴史のほぼすべての期間において資本収益率の R は年平均4から5%だったのに対し、経済成長率はわずか1から2%しかなかった事実を突き止めたのよ。完全に負けてる。倍以上の差があるじゃないですか。これが第6話で教えた複利で転がっていくのよ。労働による給料アップが年1%の足し算だとしたら、資本家は年5%の掛け算で資産を増やしていく。時間が経てば経つほど絶望的な格差が開いていくわ。でも、めちゃくちゃ頑張って出世して、エリートになれば逆転できるはずです。弁護士とか大企業の役員とかになれば。甘いわね。ピケティは著書の中で19世紀のフランスの小説バルザックのゴリおじいさんに出てくる有名なエピソードを引用しているわ。悪党のボートランは弁護士を目指して猛勉強している若者にこう言い放つの。お前がどんなに優秀な成績で弁護士になり、死ぬ気で働いて最高の地位に上り詰めても、得られる金はたかが知れている、と。それよりも、金持ちの娘を口説いて結婚し、莫大な遺産、資本を手に入れた方が、はるかに豊かで贅沢な人生が送れる。これが現実だ。ってね。なんて夢のない胸くそ悪い話だ。でも、それは昔の貴族社会の話でしょう。
いいえ、ピケティは現代も本質的には全く同じだと指摘しているの。親から莫大な株や不動産を相続した人間、R の世界の住人が、それを運用するだけでエリート弁護士や医者が一生かかって稼ぐ給料、G の世界の収入をいとも簡単に超えてしまうのよ。これを世襲資本主義、パトリモニアル資本主義と呼ぶわ。自分の努力や才能よりも親が資本家かどうかで人生の豊かさが決まってしまう。残酷だけど、これがデータが示す資本主義のデフォルトなのよ。そんな。だって僕のおじいちゃんやお父さんの時代は真面目に働いてマイホームを建てて一億総中流社会って言われてたじゃないですか。あの時代は労働が報われてたんじゃないんですか？よく知ってるわね。確かに1950年代から1970年代にかけて世界中で格差が縮まり、労働者の給料がぐんぐん上がった時代があったわ。でもピケティはそれこそが人類の歴史における異常事態、バグだったと証明したの。異常事態？一番平和でいい時代だったのに。なぜその時代だけ格差が縮まったのか、理由は悲惨よ。2つの世界大戦と世界恐慌が起きたからなの。戦争によって資本家が持っていた工場や不動産、海外資産といった富が物理的に破壊され、ハイパーインフレで現金の価値も消し飛んだ。つまり R、資本が強制的にリセットされたの。さらに戦後の復興のために国は超富裕層に対して最大で 90% 近い猛烈な税金、累進課税をかけたわ。その結果、資本家のパワーが落ち、戦後復興の圧倒的な経済成長、G の爆発によって、一時的に G 大なり R の時代が生まれたの。あんたの親世代は、この歴史上の奇跡のボーナスタイムを生きていたから、真面目に働けば報われると信じ込んでいるのよ。でも、2026年現在、戦争のダメージは完全に回復し、経済成長は鈍化している。世界は再び、本来の冷酷な R 大なり G の姿に戻ったの。僕たちはもう絶対に勝てない無理ゲーの世界に放り出されてるってことか。じゃあどうすればいいんですか？暴動でも起こしてまた金持ちの資産をぶっ壊せばいいんですか？落ち着きなさい。ピケティもそんなことは望んでいないわ。彼が提案した格差是正の解決策は、世界的な資本税の導入よ。お金持ちは税金の安い国、タックスヘイブンに資産を逃がすわよね。だから世界中の国が連携して資本家の資産、株や不動産に対してグローバルに税金をかけようという提案よ。いいじゃないですか。金持ちから税金取って庶民に分配してくださいよ。でもピケティ自身も認めているわ。これは有用なユートピア、理想郷だとね。ユートピア、つまり現実には無理ってことですか？そうよ。世界中の国が足並みを揃えて自国の利益を手放すなんて政治的にほぼ不可能なの。つまり国や制度が R 大なり G のバグを直してくれるのを待っていても、あんたが生きている間には間に合わないわ。絶望しかないじゃないですか。結局持たざる者は一生奴隷のように働いて資本家に搾取され続ける人生なんですね。バカね。国が助けてくれないなら自分で自分を救うしかないでしょ。簡単なことよ。あんた自身が G の側から R の側へ移動すればいいのよ。え？僕が資本家になる？だって元手になる何億円もの遺産なんてありませんよ。何億円もいらないわ。現代には誰でも少額から資本家、株主になれる最強のツールがあるじゃない。それがインデックス投資よ。
米国全体、VTI や世界全体に分散投資するファンドを毎月買う。それはつまり、世界中の優秀な労働者たちが汗水垂らして生み出した利益を資本家として吸い上げる側に回るということよ。もちろん労働を否定するわけじゃないわ。自分のスキルを上げて収入を増やすのは防御力の基本。でも、稼いだお金を全額銀行預金にしておくのは、ピケティの数式に真っ向から逆らう自殺行為なのよ。労働で稼いだお金の一部を新ニーサという非課税の船に乗せて資本の世界へ送り込みなさい。資本主義の残酷なルールを変えられないなら、そのルールを逆手にとって波に乗るのよ。それが凡人がこの2026年を生き抜く唯一の生存戦略よ。 R 大なり G か。世界は不平等にできている。でもその法則を知っていれば僕でも R の側に行けるのか。よし、残業代は全部 S&P500 に投資して資本家を目指しますよ。その意気よ。資本主義のルールを理解できたわね。投資は資本主義のバグを利用する最強のハックよ。というわけで、今回の21世紀の資本主義特別講義料は、あんたが将来得る R から富裕税として天引きさせてもらうわ。結局エリさんが一番の資本家で一番の搾取者だ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価お願いします。